ご視聴ありがとうございます。今回は、上り列車に乗れない奇妙な駅のご紹介です。ホーム自体がない駅ができた理由と、その裏にある根深い事情に注目です。伏線を多めに張っているので、構成を推理しながら見てくださいね。今回ご紹介するのが、長崎県長崎市にある長崎電気軌道の昭和町通り停留場です。4系統のうち、1号系統と3号系統が乗り入れており、中心街や長崎駅からも離れたこの停留場。拡大すると、この辺りだけ停留場の間隔が狭いのがわかります。そしてその特徴は、路線案内にも現れています。長崎駅前から順に減っていくナンバリングですが、隣の千歳町停留場が13なのに対し、昭和町通りは 13A。次の住吉から番号が再び減り、13だけが重複しています。そして上には、赤底行きのみ停車と書かれています。というわけで、西九州新幹線長崎ルートの開業に伴って在来線の駅も移転し、周辺で再開発が進む長崎駅前停留場から赤底行きに乗って昭和町通り停留場を目指します。なお、冒頭から停留場というと、バス動画と間違われそうなので駅と言っていますが、本編では停留場で統一します。長崎駅前から北では JR 長崎本線と並行し、すぐ近くで乗り換えのできる停留場もあるものの、運行頻度は路面電車の方が高いこと、中心地へはいずれにせよ乗り換えが必要で運賃が割高になることから、路面電車も結構混んでいます。長崎本線と接続する浦上駅前停留場を過ぎ、長崎駅前からおよそ20分余り、一つ手前の千歳町停留場に到着です。なお、ここまでの車窓に映っていた停留場はランダムに抜き出したのではなく、今回の話に大きく関わってくるものです。何がポイントなのか、皆さんは分かったでしょうか？発車してすぐ、モニターの表示が切り替わりました。ナンバリングの 13A が異彩を放ちます。交差点を過ぎて、昭和町通り停留場に到着です。千歳町停留場との間隔は150メートル。長崎電気軌道でも、特に距離の短い部類です。警笛が鳴り、対向列車が爆速で通過していきます。向かって右側、西に150メートルほどの場所には長崎本線の西浦上駅がありますが、距離の近さはそれが理由ではありません。乗客を2人降ろし、列車は発車です。そして序盤の映像にもあった通り、この停留場には、ホームがこちら側だけにあります。赤底行きの列車には乗り降りできますが、反対の長崎駅前方面行き列車には乗り降りできません。片側だけにポツンとあるホーム、実にシュールな光景です。そして信号待ちの後、次の住吉停留場に到着です。ここにはアーケードがあり、周辺は結構賑わっています。降りる乗客の数こそ先ほどと同じですが、ホームの屋根はこちらの方がしっかりしています。そしてこの次が終点の赤底停留場です。この辺りの区間では日中でも毎時20本近くが走っており、終点で他の列車を待つこともあります。その列車が発車したので、ようやく終点に到着です。赤底停留場の前景がこちら。この停留場のナンバリングが1ではなく11なのは、かつてこれより北に路線を伸ばす計画があったからです。道路の拡幅が必要なこともあり、その計画が実現することはありませんでした。長崎電気では時代の流れとともに軌道の移設が行われたものの、国内の路面電車としては珍しく、現在まで廃線を出していません。移設された軌道たちに隠された歴史をまとめた動画は、概要欄から見てくださいね。そしてこの停留場は15年にホームが延長され、最大3つの編成が10列停車できます。場合によっては、後から来た車両が、前に来ていた車両よりも先に発車していく光景も見られます。そして反対側では、2編成が入線待ちをしており、手前では車がバンバン行き交います。さっきと同じ車両に乗って、長崎駅前方面を目指します。12の住吉停留場を出ると、次は13の千歳町停留場。当然といえば当然ですが、13A の昭和町通り停留場は表示すら出ません。先ほどすれ違った列車と同じように、爆速で通過していきます。アーケードもここまで伸びており、周りにはビルも並びますが、なぜかスルーしてしまいます。次の千歳町停留場で降りて、昭和町通り停留場を目指します。一応片側2車線が確保された道路を渡り、アーケードの下に入ります。ここはアーケードの端っことはいえ、
蓮向かいには長崎を地盤とする銀行の支店もあり、寂れているわけではありません。また、ここで大通りとぶつかる通りの名前が昭和町通りで、この通りはここから東に1キロほど伸びています。製造から60年近くになる古豪、500型の豪快なサウンドもかき消されるほど、多くの車が行き交います。この交差点は十字路ですが、昭和町通りの交通量が多いため、長崎駅前方面からやってきて右折する車が列をなしています。そして先ほどは影になっていたので見えませんでしたが、横断歩道を渡って後ろを向くと、同じく長崎を地盤とする銀行の支店がここにもあり、その左手には様々な系統が発着するバス乗り場が。バス停の名前が住吉なのが面白いですね。周囲を一通り見てから、合計2回スルーしたホームへ乗り込みます。それなりに年季の入った感じで、屋根の作りも頼りないですが、このような仕様は珍しくありません。端っこはスロープで、車椅子でも利用できます。両隣との間隔が妙に狭く、そして片側にしかホームがない停留場ができた理由は、一見するとわからないように見えますが、実はこれまでの映像と、停留場の歴史にヒントがあります。停留場の手前では、昭和町通りに入っていく車が右折待ちをしており、車体の大きいバスの横を乗用車が走ります。車線の幅は 2.6 メートル前後で、一般国道が3から 3.5 メートルとされている中ではちょっと狭めです。そしてこちら側では、先ほどの右折専用レーンがなくなったため、左右どちらも2車線ですが、こちら側からは右折ができず、直進と左折だけ。この設備の差に加え、この前後3つの停留場にも注目です。実はこの3つのうち、住吉と昭和町通りは、1950年に開業しています。一方、千歳町停留場が開業したのは、1998年5月。昭和町通り停留場のホームは、1998年5月まで、このような配置になっていました。そして交差点の周囲には巨大な歩道橋があり、道路脇の歩道からホームへ直接行けなかったのです。昭和30年代、国内では自動車の激増で交通事故が頻発したことから、交通事故の原因になる車道の横断を減らすため、1959年には愛知県で歩道橋が設置されました。事故防止に絶大な効果を発揮したこと、横断歩道が減って渋滞緩和に少なからず貢献したことから、歩道橋が全国で設置されるようになります。長崎の歩道橋は1960年代後半に設置されたものが多く、長崎駅前停留場の周りにもあり、この周辺では道路を横断歩道で渡れません。そしてこの歩道橋の存在が、後に大きな問題になります。歩道橋を支える橋脚があること、場所によっては階段が折り返す構造になっていることで、その分道路の両側で幅を取ります。交通量が増え続け、車両の大型化も進む中、橋脚や階段のせいで車道を広くできず、大型車が並んで走れなくなりました。長崎駅前のそばにあるこの歩道橋では、歩道橋の場所で車道が狭くなっています。歩行者事故の防止には効果がある歩道橋ですが、時代が変わるにつれて渋滞の原因となった上、バリアフリーの観点からも問題視されるようになりました。そして昭和町通り停留場でも、長崎方面から右折する車両の信号待ちで道路が渋滞していたことから、歩道橋とホームを移設して、合計3車線を確保したのです。これは交差点の拡幅工事に合わせて行われ、昭和町通り停留場のホームは一旦すべて撤去された後、7月に赤坂行きの乗り場だけが復活しています。混雑する場所で3車線を確保できた一方、長崎駅前方面行きのホームを設けると、長崎駅方面の車道が2つ確保できないことから、赤坂行きのホームだけが設けられたというわけです。また、ここで西に伸びる道路は一方通行ではなく、長崎駅前からは左折で入れますが、反対側から右折で入ることができません。これは、2車線しかないところに右折車が止まって渋滞になるのを避けるためのようです。一方、千歳町停留場は、これによって不便になる昭和町通り停留場の役割を補うために開業したもので、さらに隣の若葉町停留場は、この時140メートル移動され、停留場同士の間隔がある程度保たれています。また、先ほど通ったアーケードには、このような柱がひっそりと置かれています。長さ1289メートル、幅27メートル。まっすぐ伸びていた大通りを含む場所で、2006年まで道路の環境改善工事が行われていたことを示すもので、停留場の移設の後も、様々な施策が講じられていたことが伺えます。そして昭和町通りのような事例は、
他にもいくつかあります。序盤で通った前座町停留場。交差点の向こうに右折待ちの車が並ぶこの場所は、現在では赤底寄りに2つのホームが並んでいますが、95年まではこのようになっていました。この停留場も歩道橋を廃止してホームを移設し、右折待ちの車線を確保することになったのです。また、浦上駅前停留場では、国鉄 JR の浦上駅との接続の関係上、歩道橋は残されたままでしたが、反対側に横断歩道が接続され、階段を上り下りしなくてもホームとを行き来できるようになりました。なお、この歩道橋は、浦上駅の高架化に伴ってその後撤去されており、もともと階段がつながっていたところだけ、ホームの仕上げが綺麗になっています。また、ここでは歩道橋とホームの接続が解かれ、ホームへの行き来は横断歩道経由になった一方、歩道橋自体は架け替えられて残っているほか、元の歩道橋の支柱の土台も残っています。長崎電気軌道のうち、ホームと歩道橋で接続している停留場は、今では全部で3つ。ここは大きな交差点から離れており、車線の心配をしなくて良いため残っているようです。また、序盤で通った宝町停留場は、また違った理由で歩道橋が残されています。この北側には大きな交差点があり、大通りに合流するこの道路は、長崎市内を流れる川の反対側からこちら側に渡れるルートの一つであり、歩道橋を廃止して横断歩道だけにするとかえって事故が増えるという理由から、歩道橋が残されています。そして冒頭に出てきた長崎駅前停留場も、歩道橋だけで接続されていた停留場です。ちなみに長崎駅前の歩道橋は県内最初と2番目のもので、この停留場はホーム両端に歩道橋がついています。この先で1号系統と3号系統の進路が分かれるため、停止位置は3号系統が前より、1号系統が中ほどとされ、混雑対策が行われているこの停留場ですが、利用者数が多い割に階段を通る必要があるため、高齢者や荷物の多い人には不便でした。この状況を改善するため、2022年9月にはエレベーターが新設され、バリアフリー化がなされました。ただしこのエレベーター、元の歩道橋の階段を残したまま設置されたため、通路が外側に回り込んでおり、その分車線が減っています。延々と続くゼブラマークと、うっすら残る右矢印が、なんだか寂しいですね。すぐ先には路面電車の軌道も絡む交差点が控えていることもあり、宝町停留場の歩道橋には、このような幕もあります。長崎駅前については、エレベーターの設置でバリアフリー化は実現されたものの、歩道橋自体は当分残ることになります。一方、この横にある高架広場は5月末で閉鎖され、動線の一部が仮設のルートに切り替えられたり、長崎駅前停留場の北では、移設後の長崎駅へのアクセスを確保する交差点を作ることになり、そのために軌道が移設されるなど、変化がまだまだ続く長崎。昭和町通り停留場から赤底行きに乗って、この動画はおしまいです。ご視聴ありがとうございました。